完全にあのアニメに出てきた。結構いい感じじゃないですか？はい、どうも始まりました。今回はですね、アニメボッチザロックの曲をテーマにして原曲と同じような音作りをしていく方法についてやっていきたいなと思います。自分が好きなあの曲の音を出したいんだけれども、手元にあるのはマルチエフェクター1個だとか、そんなにたくさんエフェクター持ってませんっていう方も結構いらっしゃると思うんですね。そういう方に向けてショート動画でいろいろ音作りの方法を具体的にお伝えしてるんですけれども、やっぱり自分で音作りできるようになりたいじゃないですか。今回は僕がこれらの動画を作った時にどういう順番で物事を考えて一つ一つ音を作って近づけていくかっていうことを実際にこの動画でやってみて、その手順を皆さんにお伝えしたいなと思います。で、本編に行く前にですね、前回ぼっちちゃんのボードを組むっていう動画を公開しまして、あの動画の中ではっきりしなかったことが2つほどあったんですね。それらが皆さんからいただいたコメントで完全に解決しましたので、この場でお伝えしたいと思います。1つ目はですね、ぼっちちゃんのボードに入ってた青いエフェクター、これブルースドライバーじゃないかっていう形で動画作らせていただいたんですけれども、本当にブルースドライバーなのかと、フットスイッチの形違っとるやないかというようなコメントだとか、海外からもあんなに素晴らしい作画をするスタッフがそこを間違えるはずないよっていうコメントをいただいたりしたんですけれども、これ解決いたしました。やっぱりね、このブルースドライバーで合ってたんですけれども、こちらですね、ボスのエフェクターはこの形が日本で立体商標として登録されていますと。なのでアニメではその権利の関係でそのままの形で描くことができなかったということだそうなんですね。調べてみると確かに、はい、こちらこんな感じでですね、商標登録されていました。アニメではね、本当はこの形で描きたかったんだけれども、ちょっと描けなかったということで、ああいう風になっていたようです。そして2つ目、あの動画の中でも結局わからなかった電源、これもコメントいただきまして分かりました。ありがとうございました。はい、こちらだそうです。これって思ったんですけど、これ分かります？この電源の分岐ケーブルだったんですよ。で、これにこの普通のアダプター2つをこうぼっちちゃん挿したんですよね。スイッチャー用とパワーサプライ用。はい、これほら、完全にあのアニメに出てきた。いや、まさかね、こういう複合パーツだと思ってなかったので、でもこれだとね、合理的ですよね。1箇所の電源からパワーサプライとスイッチャーに電源が安定して供給できるという。すごい。いや、皆様本当にコメントありがとうございました。謎が全て綺麗に解けました。それじゃあやっていきましょう。どういう手順で原曲の音に似た音を作るか、いくつか手順があるので順を追ってやっていきたいと思います。まずは原曲を聴きます。今回ギターと孤独と青い星を題材にやっていきたいなと思います。なるほど。僕結構慣れちゃってるので、これ聞くと、このピッキングの食いつき方結構マーシャル系だなとか分かったりはするんですけれども、これやっぱり初めのうちってなかなか分からないんですね。まずギターの音ってどういうものから構成されているかというと、大まかに3つ。1つ目はギターおよびピックアップ。2つ目はエフェクター。そして3つ目がアンプです。もう少し厳密に言うと、弾き手の弾き方だったり、あとはレコーディングした後のミックス工程での加工みたいなところも関わってくるんですけれども、まず気にするところは先ほど言った3点でいいかなと思います。では音作りのステップ1、まず1つ目はギターのピックアップをどれを使っているのかっていうところをしっかり把握するっていうところです。シングルコイルだと比較的ジャキジャキした音がするし、ハムバッカーだと少し太め、リアピックアップっていうこちらのブリッジに近い方のピックアップについては歯切れがいい音がするのに対して、こちらのネック側に近いフロントのピックアップについては少しまろやかなポワンとした感じの音がします。以前ショート動画で作った青春コンプレックスの音でやってみます。ちょっとディレイ消そうか。リアなので歯切れがいい感じですが、ハムバッカーなのでかなり太い音がしています。これがストラトのシングルコイルだと歯切れはそのままに音が軽やかになりましたよね。このままフロントのピックアップに切り替えるとちょっと太めですよね。これがリアだとこんな感じの音になります。ハムバッカーのリアだと
こういう感じになるわけですよね。なので音を作り始める一番初めにこのピックアップがこのジャキット寄りなのかそうじゃないちょっとあったかい感じなのかっていうところをしっかり見極めてスタートする必要があります。ギターと孤独と青い星はこちらのリアのそしてハムバッカーなのでそちらを使ってやっていきます。では2つ目のポイントに行きます。2つ目はアンプですね。使ってるそのアンプの音に近づけていくっていう作業になります。これね、使ってるアンプがこの曲を聴いただけでマーシャル系だとかフェンダー系だって分かるようになればいいんですけれども、それがパッと聴いて分かるようになるためには実際にマーシャルのアンプを弾いて JC を弾いてフェンダーを弾いてっていうのが自分の中にこう蓄積されてくると、それが聴いただけで分かるようになるんですけれども、それができるようになるまではですね、実際にこの音を出してそのアンプから出てる音、その音源の音に近い音を探していくって作業になります。今 G1-4 何もかかってないクリーンの音なんですけれども、ここにアンプの音を足していきます。どれが近いかなって言って探していきます。で、これみたいにちょっと明らかにこう違う。だいぶ平べったいな。音源はもうちょっと立体感みたいなのがあったよなみたいなのを考えながら探していきます。探す時に気をつけてるポイントは中域のあったかさっていうのと、あとは歯切れの良さですね。これだと例えば中域結構出てるんですよ。で、歯切れもこれめっちゃ歯切れいいですね。これも歯切れいい。中域が出てるっていうよりかは結構ジャキッとしたところが出てますね。なんか近づいてきたぞみたいな感じになりますよね。使う音が決まればここからこのステータスをいじっていくんですけども、だいたいね僕この辺で一旦どんな音だったかやや忘れちゃったのでもう一回聞きます。なるほどなるほど、思い出しました。結構歪んでて結構高音が出てますね。でそれでいてピッキングのこの粒感がマーシャル感、それに近づけていきますね。まずいじるところはミッドがおすすめです。ミッドを上げたり下げたりするとかなりキャラクターが変わるんですね。やってみます。この中域のスッキリ感が違いますよね。分かりやすいのはこの0に振ったり100に振ったりっていう0と100を一旦見てみて、その間のどこら辺かなっていう風に探しに行くのがいいです。もうちょっとかな。ちょっとこういう合いすぎだな。これくらいかな。ベーストレブルも同様に0にしたり100にしたりして、どこら辺が変わるのかなっていうところを把握した上でこの辺りかなっていうところを探すんですけれども、よくあるのはやっぱり結局元あった位置近辺が意外といい音だったりするので、そのつまみの特性を把握するためにぐるんぐるん回すんだけれども、回した後に一旦元の位置に戻してみてその近辺で探すっていう風にした方が迷いにくいと思います。歪みがある程度できてきたらさらに近づける方法ないかなっていうふうに僕いつも探すんですけれども、その一つ前にブースターを入れてみるってやつですね。例えばその手前にこの EP ブースター的なやつを入れてみて、ブースターありとブースターなし比較して作っていきます。何がいいかっていうと、音のバリエーションが増やせるっていうところなんですよね。メインの歪みの手前にブースターがあることによってどちらの原因で音を歪ませるかっていうそのバランスが取れるようになるんですよね。ブースターの原因だとかボリュームを上げてみて、逆にアンプの原因を下げてみるだとか、またはその逆だとか、それぞれを行き来して作ることによってサウンドのバリエーションが生まれます。 EQ についても同じことが言えて、どちらのトレブルを上げた方がより近いかなっていう形でさらに音を近づけていくことができます。結構いい感じじゃないですか。という感じでここまでの手順でおおよその歪みができちゃいます。そして3つ目は空間系だとかモジュレーションだとか、そういうエフェクターを使ってるかどうかっていうところを付け足していきます。このギターと孤独と青い星については実はね、あんまりね空間系とか深くかかってないんですけれども、最後にリバーブをね少し足してもいいのかなと思います。リバーブを選ぶときはそのリバーブのキャラクターが似てるのはどれかなっていうふうに探していきます。まずはホールだとこういうホールの響き。スプリングリバーブだとなんかバネがビヨーンってなってる感じがするな。そしてプレート。
なんか金属のプレートの板がなってる感じだみたいなね、そういうやつなんですけども、そしてねチェンバー、お、これ一番ナチュラルじゃないみたいな形でどれが近いのかっていうのを探していきます。コツはやっぱこの響きの感じと、あとはその広域がどれくらいキラッとしてるかっていうようなところかなと思いますね。リバーブだとかディレイの細かい使い方についてはこちらの動画で説明しているので、ぜひそちらをチェックしてみてください。今回作った音作り貼っとくのでぜひ参考にしてみてください。じゃあ最後におまけとしてですね、あのバンドの音のコーラスが入ってる部分があるんですね。そこをちょっとやってみましょうか。まずこれね、皆さんコーラスって気づきました？なんかね、ちょっとね、音がね、うにょーってなってるんですよね。これにちょっとコーラスを足してみましょう。なんかね、ちょっと雰囲気こんなんですよね。コーラスってこう波打ってるので、このね周期と深さを探します。でね、コーラスもこちらの動画で細かくね説明しているので、ぜひ見てもらえればと思うんですけれども、これね歪みの音がね違うからだ。はい、できました。こんなコーラスにこれな感じじゃないですか。これね何やってるかっていうと、コーラスはね割と先ほどとあんまり変わってなくて、歪みをマーシャルの MS800 っていうやつにしてます。このアンプさっきよりもちょっと爽やかな感じになっているところにコーラスをかけて、これならいい感じですね。はい、というわけで今回の動画ためになったっていう方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。